この度3ヶ月ほど前にネスカフェやめますという動画を出してしまい、その後もネスカフェを飲み続けてしまったことをここで皆さんに謝罪したいと思います。大変申し訳ございませんでした。事の発端を正直に話したいと思います。これから3ヶ月前ぐらいですね。なので、3月か2月ぐらいだったと思います。私は、抹茶、スーパーで抹茶と出会ってしまいまして、それから抹茶の魅力に取り憑かれてしまいました。そして、抹茶の素晴らしさ、日本文化などと歌いながら、ネスカフェと同時にですね、抹茶を飲み続けることになりました。そして、その抹茶の道に進もうと思い、ネスカフェを手放す決心をしたのです。しかしですね、ネスカフェをなかなか手放すことができずに、その後も、皆さんとのライブ配信の中だったり、そしてこういうふうな動画の撮影の最中であったり、ずっとですね、ネスカフェを飲み続ける場面が多発しまして、結局ネスカフェから逃れられないまま、ここまで来てしまったことを改めてお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。ネスカフェというのはものすごく手軽な飲み物です。そしてそのあまりにも簡易さゆえ、ミニマリスト向きなドリンクだと思っております。そして何よりその手軽さ、味、道具がいらない、お湯だけでいける、すぐ作れる、場所を取らない、器具がいらない、ものすごくミニマルなもので、それでかつレギュラーソルブル製法という、特殊な製法を作られているため、熱々のお湯で入れるとかなりコーヒーの香りが立ちまして、でそれでものすごくいい朝を迎えられるという素晴らしい飲み物であります。私はそのネスカフェの魅力に取り憑かれたまま、そしてそこから逃れられないまま、ネスカフェを飲み続けてきました。ある時は空港のロビーのことを思ったり、ある時は旅の間のローカル路線の中で香ってくる誰かが飲んでいるコーヒーの香りのことを思ったり、ある時はバリ島のカフェで飲まれるコピと呼ばれるちょっと甘いコーヒーのことを考えたり、そこにネスカフェが使われていたりしたこともありました。それで私はネスカフェを飲むためにどこか旅しているような気分になって、そういうところもすごく好きで、味だけではなくその概念、ネスカフェという概念に取り憑かれていたと思います。ここで皆さんに正直にお申し伝えたいことは、私はもうネスカフェをやめることができないと思っています。なのでここで一度きちんとですね、経緯を説明しまして、一度ネスカフェをやめるって言ったことを取り下げたいと思っています。やめるかもしれないみたいな曖昧な表現を私はしていまして、でその時私はちょうど普通のレギュラーサイズの 80g の瓶をですね、飲んだまま抹茶に浮気をしてしまっていました。でその中でその飲みかけのネスカフェゴールドブレンドが終わり次第、私はもうネスカフェを買うことをやめて、そして抹茶の方に移行しようと、本当にそういう決心でいました。しかしネスカフェがなくなってしまった時、よしこれでもう抹茶に行くぞっていう雰囲気が自分の中でも出ていた時に、この何もないホワイトボックスでぽっかりと何か穴が開いたような、そういう気持ちになってしまいました。そして3日くらいは買うことを我慢していたのですが、スーパーに行くたびに並んでいるネスカフェゴールドブレンド、ものすごく棚に鎮座されたインスタントコーヒーの中で今や主役というくらいの主張をしてくる
ネスカフェゴールドブレンドにものすごく誘惑をされました。そして私のチャンネルを見てくださっている皆様が、たまにインスタグラムとかで、時丸田中のネスカフェ見つけたよとか、あらゆるところでネスカフェゲットしましたっていう報告を私にしてくれました。その度に私はネスカフェをもうそろそろ買わなければいけないんじゃないかと、そういうふうな何か罪の意識にも似たようなものに取り憑かれて、そのままですね、4日後ぐらいにスーパーのカゴに、そのまま他の食材とともにですね、しめじとかブロッコリーとか入っていたと思います。その時は何を買ったか忘れていませんが、大体毎日同じものを食べているので、同じものだと思うんですけども、納豆とかヨーグルトとかですね、そのようなものと一緒に、ちょっと安売りになっていた、550円ぐらいで出ていた頃の、ネスカフェゴールドブレンドを一瓶、買い物かごに入れて、そして、また家に連れ帰ってしまったわけです。なのでそういうことで、私はネスカフェゴールドブレンドをやめきれずにここまで来ています。ネスカフェゴールドブレンドの素晴らしさというのは、先ほど申し上げましたように、その香りとかイメージみたいなものもあるんですけど、やはりその成分ですね。コーヒーの中に含まれているクロロゲンという物質があります。それはなかなか強い抗酸化作用を持っていて、一部ではいろんな癌に効くっていうものがあったりとか、あとはもう抗酸化作用ですので体のアンチエイジングに効くっていうふうな報告があったりして、いろんな研究がなされています。1日に2杯ぐらいまでコーヒーを飲む方は健康レベルが維持できるというふうに言われたりもします。なのでコーヒーの健康効果というのはかなり凄まじいものがありまして、私もその恩恵を受けながらここまで歩んできたと自負しております。しかしですね、コーヒーにはやはりカフェインというものが含まれています。で、カフェインというのは、これは薬物の一種でありまして、で、覚醒作用があるので、あまりに多量に摂りすぎると死に至るような物質でもあります。はい。ただコーヒーでその量を取るにはもう何百杯という数字になるので、そこに至ることはないんですけども、それでもやはりカフェインに敏感な人は、夜寝れなくなったりとか、動悸がしたりとか、ちょっと覚醒しすぎて、メンタル的にちょっとおかしくなってしまったりっていうことが起きやすいので、そこは十分注意する必要があると思っています。そして、私はカフェイン中毒というわけではありません。はい。で、カフェイン中毒だからネスカフェに戻ってきているというわけではありません。なぜなら、ネスカフェは1日に1杯までと決めているからです。で、最大ででもですね、2杯。これは必ず守っています。そして私の睡眠レベルはいつも高いです。これは、この謝罪動画の中で皆さんに自慢をすることになっているのが大変、心苦しいのですが、私の睡眠レベルは高いです。はい。そしてですね、それがだからカフェインの影響をほぼ受けていないということが言えると思います。で、1日最大2杯までっていうことを決めていて、で、基本的には1杯で終わることがほとんどです。さらに、その時間についても、だいたい4時以降ですね。4時以降はコーヒーは取らないようにしています。はい。それによって、カフェインの力をですね、なるべく抑えて、そして日中に最大限のパフォーマンスを発揮できるような時にですね、ネスカフェを飲んでいるという形であります。私のキッチンには何もありません。そして3ヶ月前に一瞬ネスカフェゴールドブレンドがなくなった時、空白ができました。その空白というのはまさにミニマリズムそのものでした。本来のミニマリズムであれば、空間は空間、空白は空白として残しておくべきものだと思います。しかし、いつもそこにネスカフェゴールドブレンドがあったという、そういう事実だけに私は取り憑かれてしまっていまして、その空間を埋めなければならないのではないかと。これは何かで埋めなければならないのではないかと。そういうふうに考えるようになってきました。そして
手が震えるっていうことはもちろんそういうことはなかったんですけども、ネスカフェがないことによって心が震えました。私の生活にネスカフェがない、キッチンの棚にネスカフェがないっていうことに、ものすごく心は震えていたと思います。例えるなら、ミニチュアピンシャーとか、マルチーズとかですね、ああいうちょっと小型犬で、寒さに弱いようなワンワンが、寒さの中で結構凍えているっていう風な、あれくらいのこう震えですね。ああいう震えみたいなもの、子犬の震えみたいなものを自分の心の中に感じるようになりました。そしてそれから私がもう一度スーパーに行ってネスカフェを迎えたのは先ほどの話の通りです。これは、事実で、全くこの発言に嘘はありません。これからの方針なんですけども、私はネスカフェゴールドブレンドをこれからも続けていこうと思います。そのなんか続ける、そのミニマリズムを続けるっていうか、なんかそういう続けるっていうふうにあんまり言いたくないんですけども、ネスカフェゴールドブレンドをカジュアルにこれからも飲んでいくことを誓いたいと思います。そしてですね、抹茶に関しては、もちろん今も結構楽しんでいるんですけども、やはり飲む頻度がネスカフェを飲むとやっぱり減ってしまいます。で、それはまあ抹茶にもカフェインが含まれているっていうことがありますし、で、飲み物をですね、同じような飲み物、温かい飲み物を2つ揃えて飲んでいくっていうのはなかなかミニマルではないなと思っています。ただ私のうちのキッチンには今でも抹茶、そしてネスカフェゴールドブレンドが2種類常備されています。で、抹茶というのはこの3ヶ月間ものすごく飲んできましたけども、やはりその中で気づいたことは結構混ぜるのが難しいということです。で、ダマになるっていうのがあります。で、それはですね、基本的に100%の正式な抹茶ですね。うん。マルトデキストリンとか入ってないような普通の100%の正式なクラシカルでオーセンティックな抹茶に関しては、やはり溶きにくいという問題があります。で、それを溶かすために、茶筅とかそういう道具があるわけですけども、私はそれを導入しないまま、ここまでやってきました。なので、やはり、ダマをですね、溶かすには、茶筅があった方がいいということです。しかし、その横にあるネスカフェゴールドブレンド、これがですね、全くスプーンなどを必要としません。私の作り方というのは、本当にお湯の中に 2g から 3g ぐらいのティースプーン1杯分ぐらいのゴールドブレンドを入れます。で、その入れる時もスプーンは使いません。そのまま蓋を開けて、そこから入れます。で、入れた後にお湯をですね、こういう風にして、注ぎます。で、最近は私が使っているクッカーからですね、ちょっと高めの位置からこういう風に入れられるようにというか、入れるようになっていて、これまではマグカップを置いたまま、なるべく高い位置から注ぐっていうことをやっていたんですけども、やはりマグカップの中にお湯を当てて、下から対流させることによって、ネスカフェの香りを 100% 引き立たせるっていうことで、それを私が最近編み出したテクニックの一つです。はい。ネスカフェを持ったマグカップから 400FD、チタンカップですね。それをこの位置から上げて入れていくっていうことで、結構ネスカフェの入れ方が最近パフォーマティブになってます。パフォーマンス的な感じの、自分自身がその能動的であり、パフォーマティブである身体を持つような男になってきているところで、それはまだ皆さんにお伝えしていなかった進化なんですけども、それくらいですね、こういうふうにして入れてますと。で、そうすることによってさらにネスカフェが対流して、一気に溶ける。もちろんそれをしなくても普通に置いた状態で注ぐだけで十分溶けるんですけども、それでもこれでやっぱり高いところから行った方がより美味しくなるっていうことに気づきまして、で、そういう入れ方をしています。なので、話を戻しますと、抹茶はやはりダマになるので混ぜるのが難しい。
いくらですね、ティースプーンで、しっかり混ぜたとしても、どうしても、ちょっと残ってしまいまして、で、それを何度か分けて、飲むっていうことを私はやっていました。そういう意味で、抹茶を飲むたびに、私はネスカフェゴールドブレンドのレギュラーソリブル製法というものがいかに高度な技術であるかということを実感することになりました。そしてですね、その手軽さ、そしてその身軽さ、身軽でいいってこと、道具がいらないってこと。それでますますネスカフェに取り憑かれていく自分がいるわけです。このような場でですね、ちょっと謝罪が長くなっていますので、皆さんにご迷惑をおかけしますので、今日はこれくらいにしたいと思います。これからも、ネスカフェゴールドブレンドを買って私は行きます。で、飲んでいきます。はい。で、抹茶も、飲んでいくんですけども、やはりネスカフェからは逃れることができなさそうです。そのような過ちを犯してしまった私ですが、今後ともどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。貴重なお時間、ありがとうございました。